こんにちは、聖堂です。今回は細部にこだわるという話です。細部、細かなことというと、なんとなくネガティブな響きがあります。そんな細かいことは気にするなとか、もっと全体をつかめとか、よく言われます。しかしそれは、細部に気を取られて全体を見失うことへの警鐘であって、細部そのものが不要と言っているわけではないと思います。細部には細部の価値があります。それは字においても同じで、全体の形をつかむのは間違いなく重要ですが、といって細かな部分はどうでもいいというわけではありません。むしろ逆で、細かな部分こそが命。ディテールに気を使えば使うほど、文字は生き生きしてきます。今日はその細かな部分にスポットを当てていきます。これからこのかの字をモデルにして細部へのこだわりが字をいかに変えていくか見ていくことにしましょう。たった5画、シンプルな字ですからあまり触りようがないように思えますが、いえいえ、こだわればいろいろ出てきます。細部に入る前に順序としてやはり全体から見ていきます。文字でいう全体とは形であったり点画の組み立て方を指します。一見問題なく見えるこの字、実はちょっと荒療治が必要です。全体ぐぐっと中にシフトします。するとここが飛び出してきて、文字全体としては逆三角形に近くなります。このパターンの字はむしろはっきり頭でっかちにした方がバランスの良さを得られます。次にこの口。上下の真ん中あたりではなく、上半分に収めるのが定石です。逆三角形とも合致します。全体に大なたを振るうのはこんなところでしょうか。ではこれからもう少し細かな部分に入っていきます。最初に挙げたいのはこの起筆。いつの間にかスーッと始まるのではなく、きちんと打ち込んでから始めたいものです。小さな打ち込みで十分です。これだけで字にピリッとしたけじめが生まれます。収筆はこれで OK です。ピリッとするという意味では、この口も気になります。最後の部分、右に出るのは基本通りで良いとしても、いただけないのは縦角がまっすぐなこと。ここは中に絞りましょう。締まりが出ます。次はこの羽にもこだわりたいところ。まっすぐ降りてきてそのまま斜め上に跳ねています。それを横に押し出すように直角に近く跳ねてみます。すると懐が深い羽に生まれ変わります。意外に全体の印象に影響を与えます。次に線の太い細い多彩に関心を向けてみます。筆圧の変化が線の多彩となって現れます。横角の起筆と収筆によりメリハリをつけたパターン。収筆に向かってどんどん強めていくパターン。違った顔を見せてくれます。ここは一旦元に戻します。一本の線の中での多彩だけでなく、線と線の多彩もあります。横角と縦角がたくさん交差する場合は、積極的に多彩を書き分けます。ただ、このかの字のようにシンプルな構成であれば、あえて差をつけないのも得策です。分かった上で何もしない。これも立派なこだわりです。線の反り方もこだわりの対象となります。横角の反り方を少し変えてみるだけで雰囲気は一変します。反るということで言えばこの縦角。このようにまっすぐでも構いませんが、こんな風に微妙にカーブさせてみます。躍動感が生まれます。線と線の接し方、接筆が気になる人もいます。この接点、
今はべったりついています。これを一部分だけ接する書き方に書いてみます。重しが取れたように字が軽やかになる接筆マジックです。その流れでいけば口のこの部分も同様。ここをわずか開けても OK です。風通しが良くなります。戻しておきます。これだけやればさすがにもう触る場所はないかと思いきや、今度は目に見えない部分のこだわりが出てきます。書くテンポです。テンポは人によって異なります。個々人が最も心地よく感じるテンポで書く。これもこだわりです。もっともテンポは細部というより全体の話でしょうか。こうした分野まで入っていくと再現がなくなりますので、ここらで打ち止めます。ビフォーアフターご覧ください。最初の組み立てのところを揃えてもこんなに違います。たとえ小さな変化でも字の印象に直結するものは少なくありません。ただしあくまで感覚の問題ですので、受け止め方も人次第。効果を何も感じないけど、私の感覚はおかしいのかしらと心配する必要はありません。参考に古典です。縦角が内側に入った逆三角形と軽めの接筆は共通です。一方、多彩跳ね方、反り方は各人各用。もちろんテンポも違うでしょう。それぞれのこだわりの産物です。ポイントをまとめます。字は細部へのこだわりが重要です。その対象、効果の度合いは様々とはいえ、一つ一つに何らかの意味や意図があります。それが積み重なって一つの字になっている。細かな点が字を変える。細かな点が生命線です。最後、私の好きな言葉を添えて終わりとします。卓越とは線の細かなことである。ご視聴ありがとうございました。